じゃあ今日は、広大な削り方の基礎をちょっと紹介してみようと思います。で、これ今日はメッシュワンを削ります。メッシュワンなので、普通に広大つけます。でまず削るときに内側をちゃんと理解しておくのがすごく大事です。どんな形してるのかなってことですね。例えば、今回だったらこれ内側です。内側これ内側なんで、例えばですけど、こういうこれぐらい、いや違うな、もうちょっと尖ってるかな。これぐらいとします。これが内側です。でこれをちゃんと覚えておいて、そこから削り出すといいです。今回はシッタ使わないで、もう直置きでやっていきます。このなんか中心取るの初めの頃ってすごく難しいですよね。今度この中心の取り方についてもね、ちょっと解説してみたいと思います。それはいずれやっていきます。で、じゃあ今日はこの削りですね。広大の削り方です。普通の広大の削り方です。僕はこの直置きの時は4箇所止めますね。でこれ止める時にもうちっちゃいのを置いて、それ両側いっぺんにギュッてやります。片っぽずつやるとこうずれちゃうんでね、こうやって押さえてればいいんですけど、面倒なんで両側一気にやります。そうするとほとんどずれないでちゃんとできます。この間もちょっと話したんですけど、僕はまず広大の中から削っていきます。これは外から削るって人もいるんですけど、どちらでもね、いろいろいいこと悪いことあると思うんで、それはどちらを選んでもいいと思うんですけど、僕は真ん中からいきます。で、大体、そうですね、まず底っていうのはどこかっていうことなんですけど、底っていうのはここですね。例えばここからここまでを底とは言わないんですね。ここなんですよ。このちょっとこの絵良くないんですけど、この、曲面の中でもどっか一部ねちょっと平らで、自分で作ってるから分かるとは思うんですけど、ここが底だっていう部分があるんですね。そこをこう底と仮定しますね。お皿なんかもそうなんですけど、どこを底にするかっていうのをしっかり見極めると、バランスがよく作れると思います。真ん中から削っていきます。でこの間話したように、まず点でしっかり削っていきます。で僕はこの器に関してはこの中のキャップなんですけど、このサイズっていうふうにしているんで、このサイズで削っていきます。余計なところ削るときはなるべく点で削って面で整える。点で削って面で整える。こうやっていくとちゃんと平らを、キープしながらできます。
それで今、底の位置が決まりました。で、今、こういう状態ですね。こういう状態で、まあ、土が、こう、あったとします。で、今、掘ってって、そこのところを確定しました。ここです。ここ確定しました。そして、まあ、この広大なサイズも確定してます。今、こういう状態ですね。そうすると、あともう内側の形ちゃんと分かってるという前提であれば、ここから今度はここら辺をね、削っていくんですけど、この広大脇ですね。これ、どこまで削るかっていうのは、この底と同じラインまでは、最低でも絶対に大丈夫なんですよね。ここまでは安心して削れます。もう何も考えなくても、ここまでは同じ高さのところは。で、これこう丸くなってるんで、絶対低いです。この底よりも脇の方が絶対低いです。ってことは、それがちょっと下までいけるってことですよね。まず、ここ、そこを決めたライン。ここまでは、もう何も考えず、ズバッと落としちゃって、なんともないです。ここはもう全くビビる必要ないです。このまんまガボッといっちゃいます。じゃあ今ちょっとあえてガボッといきますね。あんま言ったらダメかな。あんまり強くやったりとか、その小さな点でやんないで、ガボッと行き過ぎると、これ、こんなね、ちっちゃい粘土で止めてるだけなんで、これ飛んでっちゃうことなんですね。これは今同じぐらいの高さですね。ここまではもう何にも考えなくてもガーッといっちゃって大丈夫です。悩む時間がなくなるっていうのはすごくいいことです。これで大丈夫かな、どうかな、もっといけるかなとかって悩みながらね、作業してると、もうすごい神経は使うし、時間は食うし、いいこと一つもありません。悩まなくていいところは悩まないでできるようにやっていきましょう。で、だいたい広大の高さも落としてきました。で、こう脇までね、ぐっと落とします。そしたら、今度、ここですね。今、ここまで来ました。そしたら、ここよく、まあちょっと差出たとして、まあ差出なくてもいいです。うん。まあどっちでもいいですけど、まあここら辺から、あとは、こっち口ですよね。この口で、ここら辺からこう熱くなってきてたとすればですよ。うん、これはもっとこうなってるかもしれないです。そしたらここから。とにかくこっちの流れ、今この状態見ると、ここら辺ですよね。ここら辺から土の流れがかかってます。ラインがこう来てます。なので、これをこのまんまこう持っていくんですね。ここがゴールになるように。からここに向けて、ここからここに向けてスムーズにつなげてやるということですね。そうすれば内側もこうスムーズにつながってるはずなんで、同じようになるはずなんです。ここら辺ですね。ここら辺からいきます。ここら辺からぐーっと。ゴールはさっき落としてたところです。ここまで。これまだスムーズになってないです。これをちゃんとスムーズなラインにしてやる。これで完成なんですね。そうすると全く迷うことなくできます。あとまあ全体的にね、ちょっと気になるところあれば。
ただし、これ、器の内側の煮込みのね、形が、なんかおかしな挙動をしてると、どっか一箇所薄くなっちゃったりするんで、ちゃんと内側もスムーズにできてるとか、内側の形を把握してれば大丈夫です。そして、普通、広大ね、こうなってるんですけど、僕、今回作ってるこの飯碗では、ここら辺をもうなだらかにしちゃうんで、こういう感じにしちゃうんですね。広大の脇をくっきりさせないで、このまま流れを作っていってます。それはね、その器のデザインなんで、いろいろその都度それに合わせてやっていけばいいと思います。あと広大のもうまさにこの畳付きっていうんですかね、ここの処理なんですけど、どうしようかな、これもう例えば今回のこの飯碗については僕割と平らな畳付きなんですけど、これもいろいろあると思うんですよ。例えばこういうちょっとすり鉢状になってるね、あと山切りになってるもの、いろいろとあると思うよね。やばい、高台低くなっちゃうなで、この畳付きと要は接地面なんですけど、接地面の理想は、この今これ山切りですね。山か最初にやったこの、テーパーになってる感じ、点でなるべく小さな接地面で設置してる方がいいです。なぜかというと、例えば器を置いた時にガタつきがあるとします。ガタつきがあった時に接地面が少なければ砥石掛けしてちょっと整えてやった時に接地面が少なければ簡単にできます。それが接地面広かったらそれをもう研ぐのとても大変なんですね。なのでなるべく接地面少ない方がいいです。あと釉薬かけるにあたっても接地面少なくて、例えばこれなんかだったら拭き取り、ここだけですよね。そしたらもう拭き取りも簡単に済みます。面が広ければ広いだけ拭き取るところも増えてしまいます。接地面は少なきゃ少ないに越したことないと思います。なるべく接地面が少なければ物は安定します。一番安定するのは3点ですね。3点のものっていうのは絶対にガタつかないです。でも4点5点さらに円ってなっていくに従ってもっと言えば面ですよね。板皿なんかどっかがちょっとでも出てるとガタつきの原因になります。で、今回はこれ平らな畳付きなんで戻るかな。なんとか戻ったか。で、削り目また気になるようだったら何かヘラで、これはギターのピックを使ってます。何でもいいです。全然指でもいいです。よし、これで完成と。こういう感じです。なんかちょっといろんな話してごちゃごちゃになっちゃったんですけど、何回か見返してくださいじゃあこんな感じで、削りの基礎についてちょっと話してみました。はい、ありがとうございます。